2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー14。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。半年点検が終わったので、この時点での外観や床下の状態をご紹介します。現在の走行距離は3691キロです。これまでに点検結果を含めた不具合などはなく、快適に走行できています。手を加えた項目と関連動画は説明欄をご覧ください。それでは動画をお楽しみください。アウターコンディション。これより最初に各方向からの外観をお届けします。今のところ事故なく安全に走行していますので、外観は納入時と変わらないと思います。納入時の画像でないことは緑が多い背景から確認できると思います。一冬越しました。後半では床下の状況もご覧いただきたいと思います。こちらは雪国甲信越ですので、エンカルの影響は無視できないのです。洗車時には下部洗浄をしていますが、前車グレースと比べると下回りのカバーが極端に少ないです。後半では現時点の下回りを動画で紹介しています。インナーコンディション。続いて内装を見ていきましょう。内装もこれといって傷や汚れはないつもりです。後部座席スペースの広さは普通車と比べても見劣りしません。この状態で助手席シートをいっぱいに下げています。助手席側です。シートをいっぱいに下げるとより足を伸ばせます。足元が運転席側とつながっているので開放感があります。シフトの位置をこの場所にしているのは正解だと思います。後部座席からの眺めです。この位置からはパネル面の全体像がよくわかると思います。シートの座面にはヒーターが搭載されていますが、背もたれにはありません。私は立体シートカバーを置いているので、ヒーターは背もたれに欲しかったですね。9インチナビが運転にちょっと邪魔ですが、すぐ慣れます。リアハッチから撮影しています。メーカーは後輪をいっぱい後ろに下げてスペースをより有効に作っています。シートは撥水性が良く、ほとんど手入れは必要としません。2人掛けなのでゆったりしていて、前方の視界も良いと思います。車高がある分窓も大きくできるわけでよく考えてあると思います。前に移動します。運転席側からの撮影です。こちらから後方を見てみましょう。グレースの時はリア窓の高さが小さかったので後方確認がしづらかった思いがありました。N ワゴンは車高があるだけに窓も大きくなっています。グレースにはなかったワイパーまでついています。めったに使わないのですが、これがあると雪国では後方視界に便利なのです。乗車時はシート座面の高さが高いです。グレースの時は車高が低い分座面も低かったので乗りにくかったのです。その点も N ワゴンは快適です。グレースとの車高は230ミリ違います。最初天井が高く感じましたが、その差を有効に生かしたことは大きいですね。エンジンルーム内部。
エンジンルーム内部です。埃が舞う道路等を走行したわけではないので、まだ綺麗だと思っています。それにしても内部はコンパクトにまとまっています。当初からこの状態で手入れは行っていません。通常の道路走行では汚れることはないでしょう。ただ外部はこれまでに数回黄砂で汚されています。でもガラス系コーティングワックスなので、水をかけるだけできれいになります。アンダーフロアコンディション。前エンジン側から撮影しています。カバーらしいものはこの左前 CVT 下にしかありません。ほとんどは床鉄板1枚で隔てられているだけです。冒頭のように下部洗浄をするとカバーのないところ、例えばエンジンには直接水がかかります。最も雨天では直接ではないものの、水の攻撃は避けられないですね。まだ新しいのでオイルストレーナーの光沢が顕著です。マフラーはすぐ焼き色がつきますね。これがもう半年経ったらどうなるのか、引き続き下部洗浄月1程度を続けて経過を見ます。ちなみに洗車場についてエンジンが熱いうち下部洗浄しても良いのかディーラーに聞いてみました。良いとも言えないのでしょうが、データもないのか納得のいく回答は得られませんでした。右サイドからの撮影です。中央にタンクがあるためマフラーが手前に回り込んでいます。全体的に焼き色がついているので相当熱くなるのでしょう。上側に熱遮蔽が施されています。 R の部分はそこに排気がぶつかって進路を変えるので色が濃い気がします。昔と比べるとマフラーも熱破損が少なくなりました。長い車歴の中でだいぶ昔1回だけマフラーを落としたことがありました。ナンバー13でご紹介した電動ジャッキで車体を持ち上げています。燃料タンクの左側には燃料配管のエキスパンションジョイント部が見えます。マフラー配管は複雑な形をしているので製作は大変だと思います。排気配管の S をエンジン方向に見ています。反対側も撮影します。左サイドからの撮影です。手前にタンクが見えます。底板の塗装グレードは分かりませんが、まだ艶が見て取れます。今後パンチング周りなどの経過観察ができれば良いと思います。燃料配管のエキスパンションジョイント部です。下側は外力を受けないように保護されています。加藤管なのでここが外力で破損したら大惨事です。次回は11月に撮影してその時に対処を判断します。左後輪です。サスペンションとサイドブレーキモーターが見えます。後部座席側にはこんな感じの大空間があります。ラゲッジスペースに満足していない人のために床下収納等の工夫ができたら面白いかもしれません。
次に連続して下回り全体を見てみましょう。中央を後部から前方に向かって撮影しています。ディーラーで洗車してもらったので少し水滴が見えます。この鉄板継ぎ目の防水はパネルがない分どの程度有効なのかが今後の課題です。車両前方から後方に戻ります。もう少し引けると全体像が分かって良いと思うのですが、このくらいでご容赦ください。それにしてもこの後半の縦模様は空力を考えたのでしょうか。フラットよりは強度も出るからなのでしょうね。もう一度中央を後方から前方へ撮影します。こうして見てみると床鉄板の艶がよくわかります。中央を前方から後方へと再撮影です。床下洗浄は両側から吹きつけるので中央はどうしても汚れが残るようです。結構水を吹きつけているようなのですが、今回の映像で初めて分かりました。この件も半年後に再検証したいと思います。車両右側を後方から前方に向かって撮影します。主にマフラー配管とエンジンが映っています。右サイドの前方から後方へと再撮影です。動画スピードが速い場合はスローでご覧ください。この振動部の指示は揺れても良い指示方法をとっています。ゴムで吊っています。車両の左サイドを後方から前方、そして再度後方へと撮影します。燃料パイプです。エキスパンションジョイントは保護鉄板のため見えません。半年後には状況を見て錆対策を考えようと思います。反転です。ここまでのところシャーシにごくわずか錆が認められたものの、目立った劣化等は見られませんでした。ボルト頭も綺麗なことが伝わったと思います。床後半も綺麗な状態を保っていました。床下洗浄は塩カル対策になると思っているので続けていこうと思います。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。